韓国の SNS を見るとこういうコメントあるんですよ。なんでまだ日本にいるの？アメリカの方が年収2倍だぞって。確かにそうです。実際給料だけで見ると日本より高い国たくさんあります。でも不思議なんです。人生ってお金だけじゃない。なぜか日本から離れられなく外国人たちがいる。僕も日本に9年住んで最近やっと理由が分かりました。今日は5つ話します。普通の生活が強すぎる日本。趣味だけで人生が成立する国。国内なのに別世界すぎる地方。公共空間の成功率が高すぎる。静かな幸福にはまる。順番に見ていきましょう。まず一つ目、普通の生活が強すぎて日本から戻れられなくなるってことです。外国人が日本に来た最初の感想って大体同じかもしれません。日本って便利だな、快適だなって。でも3年超えると変わります。便利だけじゃない。身体が日本仕様になります。例えば Amazon の置き配。外国だと盗まれないかなって毎回ヒヤヒヤする国多いです。でも日本、玄関前に段ボール置いてある。しかもそのまま残ってる。財布落としても戻る。終電近くても女性一人でコンビニ行ける。役所、病院、銀行、宅配。だいたい予定通りで進むと思います。これ日本人からすると普通ですが、外国人から見るとかなり異常なんです。バスが来ない、荷物が届かない、生活で起こる回数が少ないと思うんですね。しかも台風が来たとしても、その後電車、道路、コンビニとか数日、数時間で復旧していると思うんですね。これは短期的な旅行だと気づきません。でも何年か住むと全部見えてきます。2つ目、日本、趣味だけでも人生が成立する国だということです。日本生活に慣れてくると、次に外国人がハマるものがあります。趣味です。日本、趣味が人生の一部になっている。初めて秋葉原に来た外国人、大体言います。この国本気すぎるって。カードゲームだけのビール、鉄道ボケだけで数フロア、コミケというイベントに行くと、企業イベントより熱気あるじゃんってなる。しかも面白いのが、日本って大人でも本気なんですよね。文房具だけで人生を語る人もいる。日本ではそれが恥ずかしくないじゃないですか。同じオタク文化でも、海外と日本で比較したら、日本だけ空気が全く違うんですよ。日本は特に中古文化も強くて、ハードオフ巡りとか、中古のガンプラショップを観光化する外国人までいます。他にも温泉ガチ勢、サウナガチ勢、鉄道ガチ勢。日本は好きを全力で続けやすい国なんだと思います。これかなり重要なんだと思うんですね。なぜなら趣味が購読対策にもなるからだと思います。例えば僕の場合友達そこまで多くないですけれども、趣味に行けば友達たくさん作れると思うんですね。草野球とか。外国人から見ると日本って人生の楽しみ方がいろいろある国だと思っております。これは知られてないけど日本のかなり強い魅力なんだと思います。3つ目、日本同じ国なのに別世界が多すぎるということです。日本に長く住む外国人、大体次の段階に入ります。地方沼です。最初は東京とか大阪しか知らない。でも地方行った瞬間、脳がバグるんですね。北海道、これ本当にアジア？京都、ゲームの世界じゃん。沖縄、東南アジアの異国的な感じがする。東北の祭り、人間の熱量がすごすぎる。さらに長野の聖空、静岡の茶畑、金沢の街並み。日本は風景のジャンルが多いと思っています。駅弁も地域差ありますよね。ラーメンもありますね。うどん、豚汁、味噌汁、醤油、地方ごとに違う魅力があると思います。方言だけでもキャラクター出せますよね。しかも新幹線で地方隅々まで通っているから数時間で形式が激変すると思うんですね。僕の場合は飽きないというのが日本に住みたい理由にもなっています。ヨーロッパでもイタリアくらいじゃないとこの同じ国で世界観が変わるってことはなかなか珍しいというふうに思います。だから日本は国内だけでも別世界ですし、季節イベントまであって春は桜、夏は祭り、秋は紅葉、冬は雪、毎時期に風景変わりますよね。だから、日本に住んでいて、特に僕の場合ですと、毎年同じなんだなとか、毎日同じことを見てるなっていう感傷は正直そこまでないんですね。
4番目、日本公共空間の成功率が高すぎるということです。外国人依存するのこれです。まず、日本のトイレ、外国人本当に感動しますね。駅のトイレなのに綺麗、無料なのに暖房便座になってる、ホテルみたいな場所もある。さらに電車、ほとんどの場合静かですよね。東京って世界トップ級の人口密度なのに意外と疲れ抜けるんだと思います。これかなり異常なんですよ。しかもベビーカーの動線とか車椅子の動線だったりとか、こういう細かいところにも気を配っていますよね。深夜の新宿でも秩序が完全崩壊までには行ってないと思うんですよね。日本の全国見てみるとゴミ箱少ないのに街が綺麗だったりとか、自販機が壊されて見なかったりとか、傘立てがそれぞれのところにあったりとかするんですね。他人に迷惑かけないというのが空間、場所に反映されていると思います。欧米だと場所によっては公共空間が戦場みたいな空気がなる場合があります。軽音、割り込み、路上トラブル。でも日本は知らない人同士で空間を維持していると思います。外国人は最初ルール多いなって感じます。でも長く住んで日本に会う人っていうのはこの価値観が逆転すると思うんですね。静かな快適さに依存する。それで日本基準になる外国人がいると思います。最後5番目、外国人がハマる静かな幸福です。日本って、言い方変ですが、テンション低めなのかもしれません。韓国だともっと成功しろ。上の世界に登ってみよう。アメリカだと超進しろ。一本爆発させて1兆円稼ごうだとか。ヨーロッパだとこの夏はクロアチアに旅行だ。来年はジョージアだ。みたいなカタルシスがあると思うんですね。で、日本は普通に暮らすっていうのも成立するんだと思います。深夜の2時、自販機の明るさ、雨の日のコンビニ、冬の肉まんの湯気、住宅街の静けさ、小さい居酒屋のカウンター、チェーン店なのに味が安定している。こういうものを見ていると派手じゃないけど安心感があるというふうに思います。こういうのを見て外国人の一部では退屈に思ってる人もいるかもしれません。でも日本のこういうことが好きだったりとか、年を取ってこういった価値に気づく人も思うんですね。静かに回ってる。一人でもご飯行きやすい、旅行行きやすい、孤独でも行きやすい、低刺激なのに便利ってなると思うんですね。だからこの雰囲気に慣れすぎると自分の国に帰った瞬間、日本の生活が恋しいってなる人もいると思います。結局日本って人生を派手に勝つ国ではないかもしれません。世界にはね、もちろんね、もっと給料が高い国があるかもしれないですよ。もっと刺激が強い国があるかもしれないですよ。もっと夢を叫ぶ国もあるかもしれないですよ。僕はいつも思うんですね。そういう国と日本には違う魅力があるというふうに思うんですよ。雨の日でもコンビニのライトがついている。充電後でも街が静かに動いている。財布を落としても戻ってくる。一人でアニメショップに入っても誰も気にしない。この普通って本当にめちゃくちゃありがたいんだと思います。僕、日本に来たばかりの頃は分かりませんでした。でも9年住んで気づきました。人生で削られる体力、精神ストレスっていうのが僕にとってはね、少ないんだと思ったんですね。この安心感が年齢を重ねるほどに身体に染み込む。そしてある日、海外に行って初めて気づきました。あれ、日本ってここが自分とよく合ってたんだなって。もし皆さんが日本なんて普通だよと思っていったら、その普通こそ世界ではかなり特別かもしれません。そして僕はそういった特別さに魅力を感じて日本で生きています。この価値観を共感できるみんなと一緒にこの日常生活をもっと良くしていけたらというふうに思っております。よかったら他の動画も見てください。外国人の目線から日本の面白さをこれからも全力で話していきます。以上、パクンでした。アニョ。